おはようございます。熊野古道大辺地の旅、田辺を出発して5日目になります。前回の終了地点の小座駅から今日は出発します。今日は小座駅から大辺地の終点である不堕落山寺まで行こうと思ってます。今日はめちゃくちゃ寒いですけど頑張って歩いてきます。はい、では行ってきます。熊野古道大辺地、それは田辺から紀伊半島の南端をたどり那智勝浦へと続く海沿いの巡礼路です。山道が中心の中辺地に対し、大辺地は海岸線と峠道を行き来しながら進む海の熊野古道とも呼ばれる道でした。かつて文人や旅人も枯れ木灘や熊野灘の雄大な景色をめでながらこの道を歩いたと伝えられています。今回の旅は前回の終着点である小座から歩き始めます。清水峠、浦上峠、二高峠といった峠を越え、温泉地として知られる湯菓潟へ進みます。さらに駿田峠を越えて海岸沿いへ下ると、かつて観音浄土を目指して僧侶が旅立った那智の浜にたどり着きます。大辺地の終点とされる不堕落山寺から那智山へ向かい、およそ120キロに及ぶ長い旅路は終わりを迎えます。はい、小座川船渡し場跡ということで、はい、この小座川を、船で渡ったというところです。1956年に小座橋が完成するまで、渡し船が地域住民の生活を支えていました。はい、小座神社です。境内からは沖合に浮かぶ黒島を擁拝することができます。太陽が出てきて暖かくなってきました。今日は結構山を歩く道が多いと思うので、海が見える景色は最初と最後だけになります。はい、しばらくはこの国道沿いを歩いていきます。今聞いた原駅に向かって42号線を歩いていますが、歩道が結構狭くて車通りが多いので注意が必要です。大辺地はよくこういう道がありますね。海の向こうに見えるのが、紀伊大島です。こう見ると結構大きいですね。はい、ようやく歩道が出てきました。はい、こちらから、海を離れて、川沿いを北上していきます。はい、今日最初の道標です。次は清水峠西入り口まで 3.2 キロです。道標地蔵だそうです。ちょうど右左って書いてあるけど、その下の字が読めないですね。はい、ここ下に下っていきます。田原湿地は希少植物や昆虫の宝庫で、日本の重要湿地500選にも選ばれています。
はい、ここからまた国道に戻ってきます。はい、こちらに見えてるのがスペースポートキーというところで、民間のロケットを発射する会社です。はい、まだロケット発射自体は成功してないと思うんですけど、はい、ここからロケットが発射される日も近いと思います。はい、ここから清水峠に入っていきます。清水峠スタンプ発見。今日最初のスタンプです。那智勝浦町と串本町の町会に位置するのが清水峠ということですね。はい、清水峠のスタンプです。はい、清水峠あっという間に着きました。ここが峠のようです。はい、ここまではほとんど急な登りとかはなくて、はい、緩やかな登りが続いてきて、はい、すぐに来れました。はい、ここから下りですね。下りの方が急ですね。はい、こちらの石段が昔からある石段のようです。清水峠を過ぎた後、一回下ってまた登っています。ここもなんか峠っぽい雰囲気のところですね。何も書いてないか。おお、急に開けたところに来ました。いいですね、ここ景色が。こちらは浦上湾でしょうかね。はい、紀伊浦上駅に着きました。はい、次は浦上峠があるようです。はい、こちらから浦上峠に入っていきます。浦上峠は先ほどの清水峠と比べると結構登りが急です。日が照ってきたんでだいぶ暑くなってきました。お、峠っぽいところに来ました。あ、書いてある。こちらが浦上峠です。霞平と呼ばれていると、この辺の平らなところが霞平と言われているようです。浦上峠からの下り坂も初めはちょっと急なところもあったんですが、なだらかな坂がずっと続いて非常に歩きやすいです。はい、ここで林道と合流します。はい、こちらが道標地蔵だそうですが、大辺地、左大辺地って書いてますね。右がなんて書いてある、山道か、右山道。はい、なんとか読めました。はい、次は一夜峠地蔵、はい、3.3 キロ。はい、浦上峠から降りてきて集落に出てきました。はい、しばらくはこんな感じのロードが続きそうです。
はい、諏訪神社です。お休みどころと書いてありますね。あ、トイレがある。あ、これか。これがお休みどころですか。はい、休憩したんで出発しようと思います。一夜峠まで 0.6 キロ、駿田峠まで 6.7 キロですね。はい、なぜかキリンがいますが。はい、そして平成23年の紀伊半島大水害で到達水位がここまでだそうですね。背が届かない、はい、こんなところまで水が来たということです。はい、一夜峠結構急登です。あれが峠かな。あ、地蔵があった。はい、こちらが一夜峠地蔵ですね。距離は短いんですけど結構急な登りでしたね。米子の池ということで、干ばつが続いたのでその集落のためにため池を作ったと。1708年に作られたそうです。はい、続いては二高峠 1.1 キロです。米子の池意外に広い、結構奥の方まであります。山道を抜けて急にだだっ広いところに出てきました。はい、向こうの方に海が見えます。あ、こっちか。この上を登っていくみたいですね。お、いいですね。この広い土地は何に使うんでしょうか。はい、着きました。二高峠です。はい。はい、二高峠から降りてきました。お、スタンプ台がありましたね。今日2つ目のスタンプです。はい、二高峠です。なぜかここだけ赤色のスタンプです。那智までの最後の峠になります駿田峠ですが、あと 3.9 キロです。はい、まだまだ結構ありますね。はい、この川の向こう岸に渡りたいんですが橋がないのでずっと向こうまで行ってまたこう戻ってこないといけないです。はい、百合の山温泉にやってきました。温泉水、自動販売所があるんですね。はい、熊野詣に来た上皇たちがこの温泉で湯ごりを行ったと言われているようです。はい、歴史ある温泉ですね。はい、百合の山温泉からちょっと行ったところに四季の里温泉というのもありました。はい、この辺は温泉がいっぱいあります。こちらちょっと景色が良さそうなんで行ってみましょうか。はい、床姿、はい、一望できますね。あ
ちらに見えてるのが先ほどの百合の山温泉ですね。あー気持ちいい。はい、湯川トンネルです。はい、この上を駿田峠が通ってるんですね。はい、駿田峠、ここから入っていきます。はい、材木業者の中を通っていきますが、多分これで合ってると思います。駿田峠のスタンプがありました。はい、駿田峠のスタンプをしました。はい、これで大辺地にあるスタンプをすべて押したことになります。はい、それでは大辺地最後の峠、駿田峠の方を登っていきます。はい、あっという間に駿田峠に着いてしまいました。はい、ここでいくつか分岐があって、粕地蔵っていうのがあれですかね。ちょっと行ってみましょう。あ、粕地蔵村の粕は酒粕の粕なんですね。はい、こちらが粕地蔵村です。紀伊天満駅まであと 1.6 キロです。ここの切り通しすごいですね。どんだけ掘ったんだって感じがしますけど、10メートル20メートルぐらいあるんでしょうか。この辺はもう廃墟になってる建物が多いですね。あ、これもか。これもちょっと昔のホテルっぽいですけど、あ、勝浦観光ホテル、結構大きそうなんだけど、昔泊まったことあるような気がするんだけど、気のせいかな。このゲート見覚えがあるんだけど、もう10年ぐらい前の話ですけど、ちょっと後で調べてみよう。はい、紀伊天満駅着きました。はい、今日の目的地の不堕落山寺は、その隣の那智駅に近くにありますので、はい、那智駅まで行きたいと思います。紀伊天満駅と那智駅はめちゃくちゃ近くて、新大阪と東淀川ぐらい近いんで、はい、すぐ着くと思います。はい、こちらがブルービーチ那智という建物ですが、やってないみたいですね。海水浴場の施設みたいですね。さすがに1月ではやってないか。はい、海辺沿いを歩いていきます。せっかくだから砂浜歩こうか。歩きづらいけど。おー、ついに来ました。はい、那智の浜に到着しました。やったー。はい、田辺を出発して5日目で紀伊半島を
ぐるっと回って、反対側の那智まで来ました。うおー、ギリギリ。那智の浜は熊野灘に面した静かな海岸で、古くから那智山への海の参詣口として巡礼者を迎えてきました。那智山は熊野三山の中でも特に観音信仰が厚く、古来より多くの参拝者が訪れた霊場です。その信仰と結びつき、この浜は観音菩薩が住むとされる宇陀落浄土を目指す宇陀落都会の出発地としても知られています。宇陀落都会とは、密閉された小舟に乗り込み海へと向かう宗教的な行で、一度旅立てば帰還を前提としない命を賭した修行でした。記録によれば、平安時代から江戸時代にかけて20人以上の都会僧がこの浜から旅立ったと伝えられています。はい、那智駅の近くまで来たんですが、こっちから那智駅に入れるんでしょうか。ここから地下をくぐって向こう側に行けますね。はい、こちらが那智駅です。はい、そして正面に見えるのが宇陀落山寺ですね。はい、こちらが、浜宮王子社跡で、熊野山椒大宮社っていうのが、まずはお参りをしていきます。かつては目の前が那智の浜であったため、巡礼者はここで潮ごりを行い、身を清めてから那智山へ向かいました。はい、こちらが、宇陀落山寺ですね。この宇陀落都会線で旅立っていった僧侶たちの名前が刻まれています。はい、結構探しましたが、ちょっと境内から外れたところにありました。これですね。はい、こちらが振分石です。中辺地と大辺地の分岐するところを表しています。はい、ということで、田辺から5日間かけてここ那智の、宇陀落山寺にある振分石まで到着しました。これで大辺地完歩になります。やったー、やりました。大辺地はここまでなんですけども、せっかくここまで来たので、明日ここから、熊野那智大社の方まで歩いて、お参りしたいと思います。とりあえず無事に大辺地完歩できてよかったです。はい、おはようございます。田辺を出発して6日目になります。昨日はここ、宇陀落山寺まで来ましたので、今日はここから熊野那智大社の方に参拝しに行きたいと思います。はい、それでは行ってきます。宇陀落山寺の方、昨日空いてなかったので、もう一度参拝していきます。ちょっと靴を脱ぐのが大変なんで、ここから参拝させていただきます。昨日は見れなかったんですが、こちらが宇陀落都会線です。はい、
これに乗って観音浄土へ旅立っていったと。外側から釘で塞がれた船室にはわずかな食料と灯油だけが備えられ、僧が最後まで経を唱え続けられるようになっていました。はい、それでは那智大社の方に向かいます。不堕落山寺から那智大社までは以前中辺地の旅の時に歩いたことがあって、距離的には10キロもないぐらいなので、今日はそんなに時間はかからないかと思います。途中いくつか王子があるので、そこに寄っていきながら、歩いていきます。曼荼羅の道と書いてますが、何でしょうね、曼荼羅の道。ここからちょっとだけ山の中に入っていきます。尼将軍供養塔です。この石塔は源頼朝の妻北条政子が我が子の供養のために建てたと伝わります。一野の王子に到着しました。王子神社例大祭という旗が立ってますが、今なんかやってるんですかね。那智山参詣の直前に身支度を整える場所で、周辺に市が立ったことから一野の名がついたと伝えられています。例大祭が行われているようなので、ちょっと外からお参りしました。大門坂までやってきました。こちらが夫婦杉です。こちらから大門坂の石畳が始まります。多布家王子跡です。こちらの石畳、非常に綺麗に敷き詰められてます。そして両側の大木がすごいですね。大門坂は熊野那智大社青岩戸寺へと続く全長約600メートル、高低差約100メートルの石畳の参道です。かつて坂の上に大門が立っていたことがその名の由来とされています。道の両側には杉、ヒノキ、クスノキなどの大木が立ち並び、王子の熊野詣の雰囲気を今に伝えています。さっきから少し雪がぱらついてきました。風もあって結構寒いですね。大門坂を登り終えました。上は結構強く雪が降ってます。坂を登ってる最中は周りの木があったのでそれほど感じなかったですけど、上に出てみると非常に雪がたくさん降ってます。まずは熊野那智大社と青岩戸寺の方に参拝しに行きます。
はい、熊野那智大社に到着です。ようやく着いた。はい、それでは参拝していきます。はい、那智大社の方参拝してきました。続いて隣にある那智山青岸渡寺の方に行きます。はい、那智山青岸渡寺は西国観音巡礼の第一番札所です。明治時代まで青岸渡寺は熊野那智大社とともに神仏集合の一大修験道場として栄えました。現在の本堂は豊臣秀吉の命により再建されたもので、熊野地方で最も古い建造物の一つとされています。はい、青岸渡寺の方お参りしてきました。はい、じゃあいよいよ那智の滝の方に行きます。はい、那智の滝があちらの方に見えます。いやー綺麗ですね。心なしか水量が少ないような気がしますが、以前ここに来た時は、中辺地の旅ということで、こちらから、大雲鳥越え、小雲鳥越えを経て熊野本宮まで歩きました。はい、またいつかやってみたいなと思います。今回の大辺地の旅のラストはここ広尾神社です。はい、那智の滝到着です。はい、やりました。大辺地の旅これで終了です。はい、滝がもう途中で風に流されてますね。はい、広尾神社にて大辺地の旅無事に終了しました。はい、これからバスに乗って那智駅の方に戻りたいと思います。はい、那智駅に戻ってきました。大辺地は他の熊野古道とは違って、海岸沿いを歩くことが多いんですが、海沿いの道が非常に綺麗で歩いていてとても気持ちよかったです。中辺地、小辺地、伊勢路、紀伊路、大辺地、あと大峰奥掛道の一部と、熊野古道ほぼ制覇したと言ってもいいんじゃないかと思います。ということで今回の大辺地の旅はこれで終了です。はい、お疲れさんでした。